นับเอ็ดเอ้ยเอ็ดเอ้ยนับเอ้ยเจ็ดเอ้ยนับเอ้ยかっこいい。はじめまして、かたりと申します。じゃあようこそ白縫へ広報を担当しています長尾一と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。早速館内をご案内します。敬礼の角度が違います。違う。敬礼が違うらしい。海上自衛隊はですね、館内が非常に狭かったりしますので、脇を締めて敬礼をします。手を45度前に出します。そのまま肘を曲げる感じです。で、人差し指と中指の間が帽子のつばが来る感じで、はい、手のひらは見せない。海上自衛隊の敬礼と陸上自衛隊の敬礼は違いますか？そうですね。これ狭い館内ですので、すれ違ったりするときに当たらないように脇を締めて敬礼をします。あ、そうです。いつもいっぱいありますから、気をつけて。はい、気をつけます。すごい。めっちゃかっこいいよ。手法の前にやってきました。詳しい射撃員長を紹介します。どうぞ。中西総理、よろしくお願いします。ありがとうございます。高木と申します。お願いします。もう私、船に乗ること自体も初めてですね。はい。知らないことだらけで、聞きたいこといっぱいあるんですけど、たくさん聞いてもいいでしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。62口径5インチ砲、マーク45、モード4ってこれアメリカ製の大砲になっていまして、モード0から始まっておりまして、改良されたのが今の現状になっています。今、ここにある新しいものってそうですね、新しいんですけども、すでに使われても20年ぐらいは使われています。手法がいかに整備されてるかというのがよくわかります。ちょっと気になってたことがありまして、この手法の先にマークがついてるのが気になります。あ、これですね。これはですね、この船が、収益する際にですね、白縫いとして、作ってもらったものになります。手法の先にこういったマークがあるっていうことを知らなかったので。マーク45、マーク45、モード4って書いてあります。めっちゃかっこいい。ちなみにこの方針の長さ、中の方にまで入ってますけども、約7メーター80センチぐらい。7メーター80センチ。私と比べると、だいぶ、すごい長いです。やっぱり撃つときって一発ずつ撃つんですか？そうですね、おおむね大体一発ずつ撃つことがありますけども、その弾丸の重さっていうのがおおむね30キロぐらいになってますね。市販されている米1つ分ぐらいの米1つの鉄の塊が飛んでくるという形です。結構飛びそうですけど、何キロぐらい飛ばせるんですかね、弾は。最大で約24キロ。24キロ。水平線付近までは、水平線まで飛ばせます。おお、じゃあ向こうまで。そうですね、向こうの山の方まで飛びます。戦車とかだと、その操縦士とか装填手だったり、こういった船の場合だと、どんな感じなんでしょうか？我々がやるのはこの大砲のシステムの管理だけで、照準するのは射撃管制員といいまして、うちの船でも MFR と呼んでます。でその MFR 員の方がそのレーダーでこの大砲を捕まえたものに対して照準させ撃つ。で我々がやってるのはこの下の方でコンピューターの管理をしています。で弾を止めるのは水面より下の階になるんですけども、そこから弾を入れて上に上げてという形です。そうなんですね。だから船の中にたくさんその役割を持ってる、役割分担されてるっていうことですね。そうですね。はい。面白い。回るのはどれぐらい回るんですか？左右170度ぐらい。170度。はい、そうです。結局後ろを向いても環境がありますので撃てなくなりますので。確かにそうですよね。なんで目標が例えば
右から左に流れていくとすれば、追いかけていって、でさらに振り向いて逆で打ち構えるっていう形であります。はい。この大砲なんですけど、はい他の船の大砲と比べてはい何か違うところとかってあるんですか？そうですね。他の船の大砲では薬莢撃った後の薬莢の、排出する場所が砲身の下にあるんですけども。確かになんかはい映画とかでも見たことあります。なんかはいボトンって落ちてそうですね。うんこの大砲の場合は砲身の上からになるんです。あはい。上から出るんだ。そうですね。自分の砲身にまっすぐ出てしまうと当たるので、左の方にカーブを描くような形で出るような。おー隣の船の、大砲とはまたちょっと違う感じがします。そうですね。向こうの方はイタリア製の大砲になります。あれイタリア製なんだ。はい。へーオットメラダー社という会社になります。はい。そうなんですね。だから本当になんか船によって結構持っている装備がかなり違うような感じ。そうですね。はい。違いますね。はい。ちょっと看板に上がって思ってたんですけど、はいこの床がなんか舗装されているところがありますよね。こはいれって何ですか？はい、船はですね、航海しますと、ちょっと茶色く見えてます、あれ、サビなんですよね、ああいうイメージで、この部分でサビがひどくなってしまいますので、こういう停泊の時に、サビ打ちって言って、工具で使って、そのサビを落として、綺麗にまた砂をまいて、あちこち整備した後は、このようにちょっとこう、ランダムになっているような形になっております。はいすごい、はい、船の上も自分たちで整備するというか塗装したりもするんですね。そうです。すごい、はい知らなかったです。はいなんか弾が撃った時に弾が落ちるとそこが落ちた先が傷ついたりしてそこもなんか舗装しないといけないってちょっと聞いたんですけど、それも本当ですか？はい、それもあります。痛い痛い。どれですか？あ、すごいすごい、見えますかこれ？これ撃った後に弾が落ちた後だそうです。こういったところも実際に隊員さんたちが舗装するというか直すってことそうですね。はい。射撃し終わった後にゴシゴシこすって。はい。するんだ。そうですね。どうしても表面ザラザラしてますし、海水とかついてますので、それをきれいに洗い流してからないとまたサビが出てくる。はい。それでまさに毎回やります。はい。なかなか自分はちょっと海に出ることがないので、なんか実感がなかったんですけど、はいやっぱりサビは大敵ですよね。快適ですね。はい。ですね。いや、船ものすごいしっかり整備されてます。すごい綺麗な船です。ちょい足。あれ、なんか着替えられてますね。そうですね。ただ前からですね。今先ほど説明した大砲の方をですね、清掃します。方針掃除させてもらえるんですか？はい、どうですか。一緒にどうぞやっては。ありがとうございます。後ろ向いてもらっていいですか？はい。見て見て白縫いって書いてあるよ。すごい。これ完品ですか？これは我々射撃員の方で独自で作ってもらったやつです。はい。みんなで作ったものそうんです。なですね。自分たちでお金出し合ってですね。各館そういった風にやったりしてます。そうなんですね。船によって。そうですね。はい。めっちゃかっこいいです。ありがとうございます。なんかちょっと気になるんですけど、はいすいません、なんで洗面器を持っているんでしょうか？ブラシでこすると中から油が少し漏れてきちゃうので、それを受け取るために準備しております。そうなんですね。皆さんが持たれているこの棒は何ですか？重工投資みたいですよね。そうですね。頭中ブラシと言います。頭中ブラシはい。というんですか？これがブラシに頭中の通すブラシになってます。で、これが頭中棒になってます。で、この頭中棒っていうのがだいたいおおむねそこのところで切れるようになって、これ5本連結します。連結させてるんですね。そうです。はい。すごい。本当になんか重工投資っぽい。めっちゃ長い。そうですね。どうしても先ほど言った通り、方針が7メートル以上ありますので。そうですよね。はい。いや、私もやってみたいです。はい。それでは、はいこちらの方に。では、すいません。すいません、失礼します。まずブラシを奥まで。めっちゃ入る。ああ。すごい、めっちゃ奥まで入る。入りました。一回中。はい。せーの。やばい、こっち聞ける。すごい
結構疲れる。まだ3回しかやってないのに結構疲れる。まだまだ。はい。まだまだ。せーの。はい。高速で。嘘でしょ。高速？次押しますね。押しから20。押しから 20？ 高速で。高速？細かく。はい。細かくって何？押しから20。はい。せーの。やばい。ゆっくり抜いて。いきます。ゆっくり。はい。OK だな。おお、息が上がります。用途によってその油の違うんです。あ、手で塗ってる。いいんですか？手汚れますよ。大丈夫です。あ、大丈夫です。これで油を塗るので、通すときにこのついてきた油が出てきちゃうので、その桶を。そういうことなんですね。早い。ゆっくり。スロー。すごいですね。油を中に塗るのってちょっとなんかね、銃の整備と似てますよね。じゃあ次は一体何をするんですか？はい、次はですね、はい羽鳥さんにはい掃除を、船の掃除をやってもらおうと思います。船の掃除ぜひやってみたいです。本館、この後ですね、この行動の後に、観艦式を控えております。この後観艦式。11月に行われます観艦式の先導艦として、参加する予定ですので、この船が船をですね、綺麗な状態にしたいと思います。実はぜひその掃除のお手伝いをしていただこうと思います。はい、ぜひお願いします。ちなみにですね、船でもちろんここは甲板と言いますが、はい海上自衛隊の陸上の基地とかですね、航空基地を含めて全て掃除の号令は甲板掃除と。ちょっと待って、それは陸の上でも甲板っていうんですか？その通りです。面白い。普通のお部屋の掃除も陸上のお部屋の掃除も甲板掃除という号令があります。そうなんですね。さすが海上自衛隊。よく入港する前に、はい。甲板流しというのをやります。甲板流し。これはですね、入港する前に航行でついた塩をですね落としてですね、母港に保管するというようなことで、あとは甲板が錆びないようにですね、錆防止のために真水できれいに洗ってから入港すですね。はい。ということで、今日はですね、はいその甲板流しもぜひ体験していただければと。ぜひぜひやってみたいです。はいお願いします。はじめまして、笠木と申します。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。すごい服装。服装はまず甘いって言って、海上自衛隊では甘い緑のカッパみたいな、世間でいうカッパみたいなものを着てます。でライナーをかぶってで長靴でこういうスタイルで甲板流しを行います。なんかてっきりなんだろう、この迷彩服の甘いだと思ってたんですけど、緑なんですね。手に持っているこちらは、はい、手に持っているのはデッキブラシというもので、はい、デッキブラシ。上甲板、甲板をこすってゴミなどを落とし、こっちはモップといって、世間でいうモップですね、ソープといって、自衛隊では海上自衛隊ではソープといって甲板掃除や甲板流しでよく、若い子たちが使用するんですけど、これで真水を使用した拭いたりしています。これモップじゃなくてソーフというらしいです。私は初めて聞きました。そして見てください、天ぷら。みんな好きだね。私も好きです。天ぷら貼ってあります。ちなみにあれですか、完品ですか？完品です。完品完品なんだ。はい。デッキブラシも完品になります。こっちも完品なんですね。さすが自衛隊、物を大切に使ってますね。靴がなんか普通の靴と違う感じですね。長靴なんです。一応鉄板が入ってるんですよね。これ鉄板が入ってるんだ。鉄板入ってます。触ってわかるように。じゃあ失礼します。めっちゃ硬い。普通の長靴じゃない。めっちゃ硬いです。で裏はなんか蛍光色。裏はこれも自由ですね。自由な。そうなんですね。そこは自由な。完品もあるんですけども、滑っちゃうんで完品の長靴はですね。それかも滑っちゃうんで、もう私物のやつを個人で持そこをっております。皆さんがその自由にはいアレンジじゃないですけど、そうですね。使いやすい私はこれで使いやすいようにロシアのやつを使っております。そうなんですね。はいこれはもしかして甘いになります。
りがとうございます。商品ありますので、あ、お気をください。ありがとうございます。来てみます。そしたらじゃあ下から着ればいいのかな。このまま着ちゃっていいですか。はい、普通脱いでもらって、はい。おお。はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、長靴もありがとうございます。すごい濡れないように一番上まで着替えました。とても似合います。ありがとうございます。こんな感じです。濡れちゃうんで。あ、全然濡れて大丈夫です。前行きますか。すごい。いいよ、元気よ、元気よ。見てください。水はここから落とすんだって。めっちゃ濡れた。楽しいです。じゃあ次は何を？これから濡れた甲板をソープで、拭っていきます。おお、これで拭くんですね。はい、ほうほうほう、やっていきます。はい、やりたいです。あ、こっちですか？こうやって水気を取っていく。水気を取っていきます。結構。ソープ以外にも、そういうでかい酒用があるんで、それを先にやってから、仕上げていきます。やっぱりあれですね、濡らしっぱなしじゃなくてちゃんと拭いていくんですね。拭いていきます。さあ、なんかちょっとだんだんモップが重くなってきたんですけど、こういった場合ってどうするんですか？使い終わったモップが汚くなっちゃったんで、はい最後またバケツに水を入れて、はい最後モップを手にしていくんですけど、まず入れるじゃないですか。はいはいはい。入れてからこうすり込むみたいな感じで、なんかはい、コマ的な感じで。コマ的な感じで、そうすると汚れがすごいだんだん汚れめっちゃ落ちてる。すごい落ちてる。水が。あ、すごい。真っ白くなるんで、真っ黒くなりますね。でこれからソープを、乾かしていきます。おやり方については一回見せます。はい、お願いします。まずソープを上に持ち上げて、さっきやったようにくるくる回してきたら最後に入れて、おお。そうでいいのかな？はきれいにい。なりますね。これで乾かします。ああ。これで乾くんですね。これで風で乾きます。ああ。これがもう20本ぐらいあるんで、普段はもっといっぱいもっといっぱいあります。はい。へーデックブラシも20本ぐらいあるんで、上位が多いんで、みんなで一生懸命乾かそうじゃないかな。独特の乾板掃除ですごい楽しかったです。はいありがとうございました。ありがとういろいろございました教えていただいて、はいじゃあこれで掃除は終了ですかね。はい、これで乾板掃除を終わります。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。